かなりでかいのが出てきましたね。かなり崩れてます。だるい。特に何もないですね。この辺ちょっと霊的な感じある。この辺からなんやろ、この家かな。これはね、離れみたいですね。お風呂ですね。丸いのがあるから、やっぱ釜風呂があったのかな。
トイレ。コウモリさんが寝てますね。これは6畳ぐらいかな。一部屋だけです。特に何も霊的な感じないですね。ということは、母屋の方かな。母屋のここに来る途中でちょっとね雰囲気変わったんでね、行ってみましょう。ここから少し不可解な映像が続きます。じっくり見てみてください。こっちですね。これは何だ。こっちですね。うん、ちょっとね入り口に来たらゾク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 っと来ますよ。不動明王かな。あれ遺族の家ですね、ここね。かまどがあります。お邪魔します。この中ですね。やっぱりちょっとここ結構霊的になんかよくわからないのが飛んだ。強いですよ。機材の映り込みではなさそうです。
んだろう。そして逃げるように移動する影。さらにオーブが追い打ちをかけてくる。台所はね、ちょっと近代的になってますね。結構ね、なんか感じるもんがある、ここ。うわぁ、ゾクゾクするわ。天井高いですね。すごいね、これ。これ結構ね、お金持ちですよ、ここの家は。結構裕福な家じゃないかな。昔の家ってこれね、落書きするんですよ、子供のみんなね。いろんなもん貼ってね。すごいです、これ古いですよ、これ。昭和20年、20年って書いてあるかな。古い新聞貼ってあるんでしょ、これね。結構来るな、ここ。しんどい。首の辺がだるい。首の辺がだるいって結構ね、やばいかも。首がだるい。首つり。首が重いってね、霊はね、首から入ってくるんですよね。首の辺がだるい。
ああ、ここしんどい。なんでやろね、ここしんどいな、結構。うん。うわ、すごいな、これ。境のり子。うわ、ベッドが窓がある。もうね、壊れまくりですよ。なんでしょうね、この部屋。なんか増築を繰り返したような感じですよね。よいしょ。もうね、床がね、腐って抜けそうなんですよ。すごい。ね、やっぱ、こっちですね。こっち。こっちですよ。うわー、こっち。こっちです。うわ、すごいな、この部屋。すごいな、この部屋ね。見てください。これが神棚か。ね。水墨画とか貼ってあるしね。立派な書ですね。なんて書いてあるのかわかんないですね、これね。思うっていう字か。離れてと見るとわかるな、これ。思う。思うって書いてあるね。三国って書いてあるのか。すごいな。食材がある。なんですね。
やっぱりね、この部屋ですね。ああ、この部屋ですね。この部屋に何かの思いが残ってます。おお、綺麗に残ってるこの線香ですね。何ですかね、これ。どこの文字かな、これね。東京、よい、すぐ来い、っていう電報です。座右の銘。おお、家畜人やブースでこんなん読んでたんだね。結構重たいな、この型。今なんか音聞こえました。パタパタとかなんかカサカサとか。コウモリいないよね。コウモリそもそも音しないし。これすごいね。これすごいですね。航空母艦追加昭和19年10月25日フィリピンルソン島北緯18度0分東経124度0分において戦死。
これはあれですね、船でね撃沈されて、どこで大体こう沈められたかっていうのは分かってるんでね。でこれね、葉っぱが来るんですよね。遺骨がないんでね、遺族のところに桐の葉かなんかね来るんですよ、遺骨の代わりにね。死亡場所の細部についてお知らせ。終戦以来すでに26年を経過いたしましたが、今日我が国の繁栄を見るにつけ、先の大戦において平和の礎として戦没された方々のことが偲ばれ、誠に感慨無量のものがございます。戦没者につきましては、かつて死亡広報により戦没の事実をお知らせいたしましたが、旧軍の機密保持等の事情から戦没の時点を明らかにしなかったものが少なくありませんでした。最近ご遺族から戦没の場所を周知したいとの申し出がしばしばございますので、この度改めてお知らせすることにいたしました。戦没されたちょめちょめ殿につきましては、次の通りでございますのでお知らせいたします。それはね、私のね親戚がね、それでそういう話をよくしてました。自分の旦那がね海で撃沈されて、でやっぱこういうの来るんですよ、こういうのはね。でそこでね1枚だけね葉っぱが来るんですね。榊だったか桐の葉っぱかなんか何かの葉っぱが来るんです。事務連絡。昭和47年4月11日、東吉野村役場事務担当係。死亡広報保管について通知。先に希望申し出のあった死亡場所細部通知が健康聖火より別典が送付されましたので送付します。本当にね、お国のために戦ってくれたね英霊のね、本当にもうこういう時代があったんですよね。今だ考えられないですけどね。これすごいですよ。海軍省のね飛行機のね命名式の記念写真ってこれすごいですね。戦闘機愛国第3293大和四号村民海軍省 Fighter aircraft, Ikoku number 3293. Donated by the residents of Yamato Shigo Village. Ministry of the Navy. 愛国第2510号大和四号村民号艦上戦闘機海軍省 Ikoku number 2510. Yamato Shigo Village donated aircraft. Carrier-based fighter aircraft. Ministry of the Navy. 第
ゼロ戦かな、これ詳しくないんで分かんないんですけどね。なんか書いてある。戦闘機愛国第3293大和四号村民海軍省 Fighter aircraft, Ikoku number 3293. Donated by the residents of Yamato Shigo Village. Ministry of the Navy. 愛国号とは主に太平洋戦争中軍用機や車両などに国民からの献納を寄付によって贈られたものにつけられた愛称です。地元の住民や学校などの団体が資金を募って軍に航空機などを献納し、その献納機に愛国ちょめちょめ号などと名前を付けることがありました。敗戦後消失したり機密保持のため廃棄され、約7000機の機体の記録が消失しています。これは非常に貴重な資料なのです。すごいですね、これね。こんなんね、やっぱりね、残ってるんですね。これはね、すごいですね。やっぱりこういうのがね、古文書って書いてあるんですね。こういうのが残ってるんで、記憶がやっぱりね、あるんですよ、この場所にね。ああ、ゾクゾクするな、こっち。ああ、この部屋ですね。はい、ちょっとね。はい、こんばんは、ジャンクヤドです。ビデオカメラがね、本当にね、真っ暗になって動かなくなったりとかね、ピンボケとかね、もう霊的なね、障害が結構起きてます。でここもね、ピンボケとかなんかね不良作動になるかなと思ったんですけど、なんとかいけてます。でここね、この部屋がすごく霊的に強いんですよ。入った時ね、首のねこの辺がちょっとだるかったんで、首のここはねここから霊入るんでね、抜けたり出たりするのここから表示するときここからなんでね、もしかしたら割と強い面が残ってるかもしれない。今さっきね見た何でしたっけ、戦没のね、まあ戦艦ですね、撃沈された、その通達ですね。私のおばもね実はまあもう90過ぎてるんですけれども、旦那さんがね、本当ね1回か2回しか会ったことがないって言うんですね。当時はね、もうこの人と結婚しましょうってね、恋愛じゃないんですよ。でまあ当時はそんなんだったんで、結婚しようって言ったんですけど、旦那さんはねすぐ戦争行った。で、手紙は毎回ね、毎日ね検閲があるんであなた書けないんですよね。余ったりこと書いたらね全部チェックされるんでね。だからお国のために頑張って行ってきますって。で、1回か2回しかお見合いで会ってないんですけど、あなたのことを思ってとかね、あなたのことをいつも思って写真持ってますとかね、そういうこと書いてるんですよ。すごいですよ。本当にすごいですよ。で、おばはね、その時ね、そんなにね、好きじゃなかったと言ってました。ただね、もう毎回戦地から手紙のやり取りをやってるとね、どんどんね愛おしいなっていう風な気分になってきたって言ってましたね。
で、結局ねそのね人は飛行機で何を乗ってたかちょっと覚えてないんですけど上官をね、どっか海外ですよ、海外どっかな、フィリピンなのか、はっきり覚えてないんですけど上官を、連れて帰らないといけないという、命令を受けてね飛行機に乗り込みます。一旦ねその駆逐艦みたいなのにね、着陸するのが空母かはっきり覚えてないんですよ。そこにね一回降りて、で飛行機が調子悪かったかなんかだったんじゃないかな。でその戦艦に乗ってその戦艦が撃沈されてるんです。物資を運ぶようなそういう、そういう船だったと聞いた記憶がありますけどね。でそこに一旦降りてっていうね、そんな話だったんですね。そしたらその船が撃沈されたと。で通達がねさっきねちょっと拝見したような通達がね来るんです。見ましたよ。召集令状から全部ね残ってました。でそこでね、井戸経緯とか井戸とか書いてあってね、で桐の葉っぱ1枚くるって、もうそれがねもう情けなくて骨さえ拾えないのかって、ね、本当に悔しかったでねおば言ってました。もう戦争ってね僕は子供の頃からそうやって聞かされてるんですよ。本当にね、みんな辛い思いをされてね、でこの今の日本があるわけです。そういうね遺族の家なんですねここね。もしここでね思い残されていたらねぜひ何かねおっしゃってくださいね。気持ちは受け取ります。でちょっとねこのままね、少しだけ定点させていただこうかな。そんなに俺のトークって面白いですか？はい、終わります。びっくりした。多分ね、ドンって言ったのね。ボケてる。またピントがボケ始めた。ボケてる。なんやろな。戻ってないね、これね。こいつが倒れたんですよ、ドンってね。僕はここが割と緩いからかなと思ったんですけど、これ倒れるってなんか変ですよね。思いませんか？これさっき多分倒れてなかったと思うんですよ。部屋に入った時の襖の状態です。勝手に襖が倒れるなんてありえません。信じられない現象が起きました。このベルトが全部見えてたんでね。でしかも今ボケてるでしょ。霊が活発に動き出したかもしれないですね。これ倒しましたか？倒しました。どうなったか。結構ボケてない今これね。誰か倒しましたか？これは誰かが倒したと理解してよろしいですか？いやこれ倒れないよね普通ね。倒れないよね。
いらっしゃるっていう合図として受け取ってよろしいですか。でしかも今ね、ピントね、若干ボケてるんですよ。また始まりましたね。霊的に動き出すとボケるかな。ちょっと一回ね、切ってみますね。戻んないですね。うわ、すっごいボケ始めた。うわ、やっぱりこれ、霊的な現象ですね。ポルターガイスト。ポルターガイストっていうのかな。すいません、どうも。急にボケ始めましたね。怖いっすよ、正直こういうのってね。かろうじて映ってるんでね、何か分かるぐらいは映ってるんでいいんですけど。はい、戻ったかな。これね、ちっちゃい液晶じゃね、分かりにくいんです、すごく。ボケてんのかボケてないのか。でもね、ボケてると思う、少しね、これね。はい。それではね、失礼します。はい、それでは帰りましょう。よいしょ。ここにね、一軒あるんですよ。トイレですよね、これもともとはね。ね、トイレです。お風呂ね。ああ、すごいですね。もうボロボロ。
なんでしょう。もうね、ガランドンどころじゃないですね。完全に倒壊ですね。まあ、ちょっとね、立ち寄ってみたんですけどね、あったから。でね、これ、全然今、おそらく画面見てる限りでは、ボケてないんですよね。かまどあるしね。全然ボケてないの。やっぱり、確実に霊的なものがあったら最近ピントが合わなくなるっていうかね、まあ、機械に異常が出るっていうことなんですけどね、そのパターンがこう抜けてないですね。これどっか行くとまたボケるな。これカメラ変えるとなんとかなるのかな。このカメラもね、なんか壊れかけてるんで、何もないんですけどね、ここね。すごいね。これだけ崩れるんですね。もうこっちは何もない。もともと納屋かなんかだったんでしょうね。残留物も何もない。タンスとかも残ってないですね。すごいや。